Hey, what's up, what's up? NBA アナリスト、佐々木クリスです。ゴールドか、グリーンか、いよいよ首位を決する NBA ファイナル行われてきましたけれども、はい、ゲーム6が行われた今日、4勝2敗でゴールデンステイトウォリアーズが新たなチャンピオンリーグを手に入れて幕を下ろすこととなりました。いやー、ウォリアーズ強かった。シリーズで最高の選手と、そして驚くべきチームディフェンスをですね、兼ね備えたチームで、ゲーム3以降、ゲーム3にボストンが116得点して以降はですね、97失点以上はしなかった。ボストンのね、大きなディフェンスの勝利だったんじゃないかなというふうに思うんですが、まずはゴールデンステイトウォリアーズのファンの皆様、そしてね、チーム、そしてね、関係者の皆さん、本当に心からおめでとうございます。そして、最後まで我々の心をね、掴んで離さなかったボストンの、メンバーの皆さんにもね、心から感謝したいなというふうに思います。本当にね、見応えたっぷりの NBA ファイナル見させていただきました。でね、今日でシーズンが終わって、チャンピオンが決まったということで、映像分析のための映像も、切り抜いたりもしているんですが、そちらはね、機会があれば生配信でやっていこうかなと思います。もう今ゲームが終わったばかりなので、そんなのも野暮かなというふうにちょっと感じつつ、まずはビデオエッセイ的な感じで、僕の興奮状態とか、今の、感じていることなんかも真空パックにして、率直なリアクションをまずはお伝えしていきたいなというふうに思います。さあ、改めて、ゴールデンステイトウォリアーズ、凄まじい優勝だったというふうに言いましたけども、その意義をね、少しだけ皆さんにもお伝えしていきたいなと思うんですけども、カリー、クレイ、ドレイモンド、クレイも復帰したシーズンでした。ただこのビッグ3、レギュラーシーズン中は、なんと11分しか一緒にコートに立つことなく、プレーオフに入っていった。それでもですね、このシステムの盤石さ、カリーも、試合後のスピーチで言及していた。これを10年、11年かけて築き上げてきたんだっていうね、その言葉にも現れていた通り、彼らのね、やはり組織力が、ボストンにとってはあまりにも強大だったのかなというふうに、感じました。で、このシステム、ディフェンスの証明という意味ではですね、2015年から見てきても最も味わい深い、優勝なんじゃないかなというふうに思います。カーヘッドコーチもこれまでの優勝とは違うというような趣旨の発言をしていましたけれども、2019年の NBA ファイナルでクレイが怪我をしてしまう。そしてケビン・デュラントが、チームを移籍してしまう。カリー、ドレイモンドも年齢を重ねてきて、ここ2シーズンはプレーオフ進出すらできていなかったわけですよね。ドレイモンド自身はですね、経験ある選手たちと、それから未経験の例えばプールとかウィギンスとか、そういった選手たちとの融合が最も難しくて、GM に対してね、そういう若手とかクミンガもいますけれども、そういう選手たちとのこの融合して戦うことの難しさ、GM に対して疑念を示したこともあったとね、シーズン序盤は、感じていたと、実はね、自身のポッドキャストでも振り返っていたりしたんですよ。ただですね、ゲームが終わる頃、イグダーラもようやくコートに立ちましたね。で、ゲームボールを、確かスタウスカスだったと思うんですけども、そこから受け取って、イグダーラがね、チームにもみくしゃになっている、カリーの元へ、真っ先にゲームボールを届けたっていうところでね、チームメイトたちも誰が MVP になるのかっていうのは、分かっていたんじゃないかなというふうに思いました。レギュラーシーズン間違っていなければオフェンシブレーティングで17位のチームだったゴールデンステイトウォリアーズ。チームでディフェンスを行って相手を下すのに十分なオフェンスを展開する。そのためにカリーは出ている時間1分1秒全てにわたってですね、チームを下支えしたんじゃないかなというふうに思います。それは例えばゲーム5でフルディナイを受け始めた時のボールを触っていない時ですら彼の影響力というのは波及効果としてバンバン広がっていましたし、今日のゲームで言うと3クォーターの終わりぐらいからボストンがオールスイッチに変えて、さらに、ブリッツも1回仕掛けたりする中でアンドリュー・ウィギンスのコーナー3がね4クォーターに大きな意味ある2本が決まったりするのも全てはやはりカリーの強大さからやっぱり
生まれていたと思ったんですよね。で KD 抜きでね、例えば2015年は KD 抜きで優勝しましたけども、 KD 抜きで本当に3度の優勝はできていなかったんじゃないかというような、疑いというものも黙らせるような4度目の優勝、そしてねファイナル MVP も経歴に乗りました。僕はこのシリーズが始まる前に、たとえファイナル MVP に彼が輝かなかったとしても、最終的な彼のその、歴代レジェンドの中でも、この NBA 史の中でも彼の、対する評価っていうのは僕の中では変わらないというふうには言いましたけども、多くの一般的なファンに対してはこの新たな経歴が加わったことも、彼にとってはすごく追い風になるんじゃないかなというふうに思います。クロージングゲーム、最も難しいゲームと言われるゲーム6、王手をかけた後のゲームですね。ペイント内、ステフ・カリーは10分の6、12得点。先ほど言った3クォーターから始まったボストンのオールスイッチに対してですね、アル・ホーフォードに対してもそうですけども、難易度の高い数々のドライブ、しかもね本当にタイミングも素晴らしいですし、IQ とスキルが合わさった本当に素晴らしいパフォーマンスだった。でね、ボストンのディフェンダーたちも非常にプライドがあって、例えばこのシリーズを通じてロバート・ウィリアム3世のカリーのスリーポイントをブロックするという場面を何度も見ました。このゲーム6でも飛び出たんですが、それでもカリースリーポイントこの日11分の6と、前回ゲーム9分の0に終わったところからしっかりバウンスバック、スリーポイントからも18得点。もう本当にねカリーの活躍は素晴らしかったんじゃないかなと思いますし、彼の競争心っていうのはリーグやねファンでも、多くの方々が見過ごしている部分なんじゃないかなというふうに思いましたね。何度もなんていうんですかね、ボストンの、気持ちをくじきに来るようなそういったショットを今日のゲームでも決めていたと思います。はい。ゲーム6全体で言うとですね、1クォーターに14対2でスタートしたボストン、前回のゲーム5の振り返りで言った、ボストンは立ち上がりが何よりも大事っていうところで、ボストンいけるんじゃないかな、ゲーム7もありえるかなと、思わせてくれたんですが、まだ1クォーターでしたね。でその後ゴールデンステイトウォリアーズが逆転して、このゲームリードチェンジはたったのこの一度だけ。逆転してからウォリアーズが、最終的には背中を捉えさせなかった、盤石といいますか、難しさもある中で、しっかりウォリアーズが主導権を手放さなかった、そんなゲームだったのかなというふうに思います。ボストンの方は1クォーターに主力の疲労も鑑みてかセカンドユニットを投入してきました。でね、これまでの、例えばイーストのカンファレンスファイナルまでのセカンドユニットの貢献度なんかも素晴らしかったですし、例えば最初の3戦などを見ても十分信頼に足る、セカンドユニットだったんですけれども、彼らが投入されてオフェンスのリズムをちょっとボストンは手放してしまうと、後半にホーフォードが目覚ましいパフォーマンスをするまで立ち直せなかった、そんなゲームだったのかなというふうに思います。はい、バスケットの難しさっていうのはリーグナンバーワンのディフェンスチームであるボストンセルティックスですらですね、ある程度攻撃の循環がないとですね耐えきれなくなってしまうんですよ。どんどんそのビハインドが重苦しくなってしまって、ディフェンスでもギャンブルをするようになってしまい、早く追いつきたいっていうところでね、ディフェンスが荒くなってしまったり、もしくは考えすぎてオフェンスのことを引きずったまま、さっきのプレーああしてればよかった、こうしてればよかった、いやあそこのミスマッチちゃんとついとけばよかったみたいな感じで足が止まってしまったりするんですよね。ディフェンスでもそのオフェンスの停滞感引きずってしまって、前半に大きな墓穴をね掘ってしまうような形となりました。やはりあれだけのビハインドから、逆転っていうのは相当難しい。確かハーフの時点であれだけの、リードをしながら、非常に逆転というのは稀だという、53分の1だったかな、ファイナルだよね。そういったのも現地の情報で、紹介されていましたけども、それでもボストンはね、先ほども言いましたけども、カリーがセルティックスの精神を砕きに来るような冷徹なショットを決めたり、もうこれで終わったっていう場面が、3クォーターに何度も僕が見てても感じてもあったんですけども、それでも戦い続けたボストン、彼らもまた、このシーズン最初はも
最初のシーズンの半分終わって、5割にも満たないようなチームだったわけですよね。そこから2022年の、1月23日ぐらいのね、ワシントン戦から一気にこう転換してですね、もう本当に楽しませてくれたチーム。シーズンの後半戦は間違いなくリーグの中でもオフェンス、ディフェンス、そしてネットレーティングで見てもリーグナンバーワンと言えるだけの姿になっていったわけですよね。その強さっていうのはこのゲームでもしっかり見せてくれたのかな。波のチームだったらもう早々に、店じまいしてしまったんじゃないかなと思いました。ホーフォードは後半の救世主だったし、ロバート・ウィリアムス3世は今後もね、リーグを震撼させる存在として膝をね感知させてね、ぜひ戻ってきてほしいなっていうふうに思いました。2度にもわたるプレーオフ7戦シリーズを勝ち抜いてきた力っていうのは伊達ではなかった。そんなボストンですけども、やはりですね、システムがこう10年にわたって構築されてきた百戦錬磨のウォリアーズに相手にはちょっと爪が最終的には甘かった、そんな風に映りましたね。それでもね、ボストンのファン主力が下がる時にはスタンディングオベーションで、彼らのシーズンを称えていましたし、例えばドレイモンド・グリーン、天敵とも言えるねドレイモンド・グリーンに対してこのシリーズの中で TD ガーデンは辛辣なコールなども送ったりしていましたけども、ずっとねセレモニーを見ていく中ではゴールデンステートウォリアーズファン以外のボストンのファンたちもその姿を目に焼き付ける、悔しさも半分、そしてね、自分たちの将来の希望半分なのか、最後はセレモニーを見届けている人も、僕が現地取材をしている中ではアウェーで決まったゲームではねすごい、多かった印象があって、すごくね、そういった意味では、心に残るものはありましたね。はい。そしてこのゲーム6、ペイント内での得失点差というのがこのシリーズ最終戦にして38対32、上回ったボストンが初めて敗れるという展開になってました。これまでのね解説でもお伝えしてきました。スリーポイントだとか、他の部分の攻防よりもペイント内をどう、攻略するか、そしてペイント内でどう失点を防ぐかっていうことに両チームの考えがシフトしているし、そこが一番重要だよっていうことをお伝えしたと思うんですけども、なんとボストン上回ったんですけども、確率はですね 42.2%、45分の19、45本ものショットを放ちながらこれぐらいしか上げれなかったわけですから、相当に、ウォリアーズのそのペイントの締め上げ方がタイトだったと思いますし、ロバート・ウィリアムス3世のね3クォーターだったか4クォーターだったか、このプットバックが入ってれば、もうプットバックダンクがリングにガコンって弾かれたりして、もうあれをプットバックで絡めるだけですごいんですけども、そういった不運といいますか、本当に紙一重の、プレーっていうのもこのシリーズ6戦の中では多々ありましたし、このゲームでもそうでした。ただ逆にスリーポイントはね成功数で11対19、ゲーム4の時点では64対64並んでいたスリーポイント、お互い相殺し合っていたこの部分なんですけども、ゲーム5ではウォリアーズが、低調ながらも、しっかりゲーム6復調させて、19本ものスリーポイントを46本の試投数から上げていた、ここで圧倒したこと、それからオフェンスリバウンド、ターンオーバー、この全てでウォリアーズに軍配が上がった。今の現代的なバスケというか、当然ですね、質と量の指標になってくるので、スリーポイント、ターンオーバー、さらにはオフェンスリバウンドまで、相手を上回ることができれば、やはり圧倒的な試合展開になっていくのは、間違いないのかなと思います。でこの最高峰の舞台ではね、紙一重のプレーもたくさんあったんですよ。オフェンスリバウンドなどもそうです。ほんの一瞬の隙だったりもするんですよね。ただね、この最高峰の舞台ではわずかな差が、雪だるま式に膨らむっていうことはすごく感じたゲームでもありました。これはね、ゲーム5の解説でも言いましたけども、本当シンプルなスローインからのターンオーバーとか、シンプルなスローインで、相手選手を見失ってしまうとか、コミュニケーションミスが起きるとか、そういったものはやっぱりボストンはシリーズを通じて、悔やむんじゃないかなというふうには思いましたね。あとはテイタム、ブラウン、やはりこの2人が揃って大活躍するという、ゲームが最終的になかった。
ここもね、ボストンにとってはブレーキになりましたね。特にテイタムやブラウンがこうドライブしていった時の判断、これはね、悔やまれることはたくさんあります。これも成長痛でしょうかね。囲まれているエリアでのスピンムーブっていうのは非常にリスキーですし、かなり無謀なファーストブレイクアタックをしてレイアップをミスしたり、そこでもターンオーバーしたり、それからテイタムなんかはね、ポストミスマッチでボールを受けてダブルチームもドレイモンド・グリーンから受けるのを予見できたはずなんですが、それも、ドレイモンド・グリーンのね、長いウィングスパンに阻まれてパスをカットされて、スティールされてしまうなどね、チームのターンオーバーが最終的に23まで膨らんでしまった。はい。というわけでね、いろいろな要素はあるんですが、個人的にはやはりゲーム4が分岐点だったのかなというふうに思います。シリーズ2勝1敗でボストンがホームコートアドバンテージ取って優位な状況の中でゲーム4も大部分はリードしていた。これがシリーズで振り返っても最も悔やまれる敗戦。4クォーターが19対28。オフェンスが不振に陥ってしまった。そこから最終的にボストンのオフェンスというのは、最後の最後まで、本来の姿を取り戻すことはできなかったし、ウォリアーズがそれを許さなかったというふうにも言えましたね。さあ、取っといてありましたよ。はい。これを言わずにね、終わってはダメだろうという厳しい声が、飛んでくるんじゃないかなと思うんですけども、最初の僕のシリーズ予想、そして見立てはですね、ボストン in 7というね、アウェーでボストンがゴールデンステイトウォリアーズに対して、シリーズを決めるという、野心的な、今考えるとね、野心的な、予想ということで、これは盛大に外れたわけですけども、佐々木クリス的にはカンファレンスファイナル、ウエストのカンファレンスファイナルでも、ダラスがウォリアーズを下してシリーズを突破するというふうに予想していたので、これはね、毎年のことなんですけども、想像や予想を上回るところにやっぱりスポーツの醍醐味っていうものがあると思いますし、事実は小説よりきなりと言われるゆえんかなというふうに思っています。だからこそね、僕のことをね、どのぐらい皆さんが評価してくれているのかは分かりませんけども、僕のような人間が、ウォリアーズは敗れてしまうんじゃないかという予想をしながらも彼ら勝ったっていうことがね、改めてウォリアーズの優勝の素晴らしさ、そして彼らのね、パフォーマンスの素晴らしさというふうにね、受け止めていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。でね、予想外れたんですけど、一番大事なのは、それよりも、僕がいつも言っているコンテキスト、文脈というところで、僕はこのシリーズ、特にシリーズ序盤で、ゴールデンステイトウォリアーズのシステム、特にオフェンスですよね。強大なボールムーブメントに対して、ボストンのディフェンスというのはどれぐらい、効力を発揮するかというところをキーポイントに挙げていました。種明かしをするとですね、オフボールの動きも9大点だったと思いますし、カリーのピックアンドロールに対して、大胆にもドロップディフェンスを主にですね、仕掛けていく。今日はちょっとラインが高めすぎて、やっぱりカリーにこう、どんどんシリーズが長くなるにつれてカリーの引力に引き出されていったっていうのはありますけれども、総じて僕はね、やっぱり9大点だったと思うんですよね。だからこそ、早めのゲーム4で 3-1 にしとく必要があったと思うんですけれども、結局ですね、そのゴールデンステイトウォリアーズの、オフェンスに対してボストンのディフェンス、この受け止められるかっていうところを見たんですけども、6戦戦ってはもう逆転してしまいました。ボストンのオフェンスがどのぐらいウォリアーズのこのディフェンスを攻略できるのかというね、反転現象が起きたわけなんですけども、優勝がこのように決まってるわけですから、ボストンのオフェンスが十分ではなくて、状況判断の荒さ、でここまでのシリーズの中ではともすればその状況判断の荒さをカバーしてきたサイズや運動能力、こういった部分すらウォリアーズは集団としてさばききったのかなというふうに思いました。で今日もね、フィールドゴールは20分の5となってしまったゲーム6クレイはね、またもしかすると来シーズンのお預けなのかもしれませんけども、クレイが僕がこのシリーズ始まる前に予想した以上にディフェンスでステップアップしました。アンドリュー・ウィギンスのシャットダウン、ロックダウンディフェンダーぶり、今日も4スティール3ブロック、テイタムがね、時に、太刀打ちできないようなね、そんな、プレイヤーにも見えてしまった。
そしてゲイリー・ペイトンセカンドの貢献。今日はプラスマイナスプラス18、3クォーター3分17でね、ジェイレン・ブラウンの、スピンムーブに対して両手でクワッといったスティールなんかは超絶でしたし、ドレイモンド・グリーンのね、後方支援での、ミスが表面化する前にそのミスの芽を摘むという火消し役というのは、このシリーズでもシリーズが進むにつれてどんどんなんかボストンの選手たちの修正とかを嗅ぎつけてですね、例えばファーストブレイクでのテイタムの仕掛けの荒さっていうのを言ったんですけども、テイタムがどうしても結構オープンコートでユーロステップを決めきったように踏んでしまうとかね、そういったところを、読んでですね、テイタムが一歩こっちに踏んでグリーンがそっちに反応していない中で、僕はですね、中学生とかにも指導するんですけども、必ず決めきってこっちとユーロステップばっかりやってるとディフェンスも読めてきてしまうよっていう中で、たまにこっちっていうサプライズを入れるとですね、ディフェンスもびっくりする。そもそもあそこが込み入ったエリアだったので、それすらもねやるチャンスがなかったので、テイタムは焦らない必要があったのかもしれないんですけども、何かテイタム・ブラウンの修正っていうのは完全にグリーンが、嗅ぎつけていたのかな、研究されていたのかなっていうふうに思いました。最終的に12リバウンド、他の先発はみんなプラスマイナスが1桁でしたが、彼の場合はプラス16、ボールプッシュからの起点作りという意味でも本当に素晴らしかった。いずれね、生配信などで映像解説を、このゲーム6もやるとしたらその辺もね紹介したいと思いますし、ルーリーのリムプロテクション、そしてもう一周回ってきてですね、ファイナル MVP に輝いたカリーですらこのリーグで過小評価されていると言わざるを得ないようなディフェンダーぶり、素晴らしかったです。3クォーター5分31、トランジションからテイタムがねバックダウンしてね、来るところディフレクションでティップアウトして仕切り直ししてもう一回5対5、そしてマッチアップも解消させた状態でチームがディフェンスできるチャンスを稼ぐ。それから5分16ドライブでねリムまで来たテイタムに対してボールをはたいて、これもねアクティブハンズ、それからフィジカルコンタクトに耐える体作りですよね。本当にこれは素晴らしかったですよね。でシリーズのね展望の中でターンオーバーはすごく重要になるバロメーターになるっていうのは何度も言ってきたんですけども、これは正しかったんですけども、想像以上にボストンがターンオーバーを繰り返した。これは若さであり荒さであり、そしてゴールデンステートウォリアーズがうまく取捨選択しながらディフェンスした部分、これが複合的に出たのかなとは思います。それも含めてね、バスケット IQ のやっぱり集合値っていうんですか、そういったものの蓄積、それから何て言うのかな、分配というか伝染の仕方がやっぱり違ったのかなというふうには思いました。結構ね、スイッチしてカリーに対してこのゲーム序盤からスマートやホーフォードのポストアップなんかも織り交ぜていったボストン、結構いいゲームプランだなと思ったんですけども、うまくスイッチしたのにそのスイッチがある方向から逆側にボール展開しちゃって、テイタムがウィギンスにアイソレーションを選択しちゃうとか、もう一回ボールをすぐリターンすればまだまだミスマッチアタックできたのにというところで言うと、やっぱりボストンのね、オフェンスの判断の荒さっていうのは、見受けられたのかなっていうふうに思いますし、それに乗じて、ウォーリアーズはさらにディフェンスを締め上げたというような印象でしたね。ヤング KD とも思えたテイタム、まさかのこのファイナルでの失速、非常に悔しいね、そういったね、思いをしてるんじゃないかなと思います。ただレブロンですら2007年のね最初のファイナルではスパーズの前に屈指しました。僕はこのシリーズが始まる前にね、ある意味2007年のそのレブロン要する若き、新進気鋭のキャバリアーズと、そして上昇軍団でビッグ3がいるチームとしてのシステムを練り上げてきたスパーズとの類似性っていうのを確かゲーム1の解説でポロッと言ったんじゃないかなと思うんですけども、そういった中で、ウォーリアーズに軍配が上がりました。やっぱレブロンもねピーク年齢に近づく、やっぱりね NBA ファイナルを制するってかなり経験も必要なんだなっていうのは改めて、これは思いました。それはねやっぱり多くの初優勝を遂げる時のスターの年齢っていうのはカリーもそうでしたし、レブロンもそうでしたし、そういった意味ではやっぱり27歳28歳になってくる、ヤニスが初優勝した時の年齢なんかはむしろやっぱり歴史的に見ると珍しいケースなんですよね。
その中で、僕がボストンのシリーズ予想をしたっていうのは、かなり大胆な部分でもあったんですけども、テイタム。もう本当にね、代償の大きな成長痛でシリーズを通じて、この4クォーターのフィールドゴールが振るわなかった。どうやってここでね、向き合っていくのか。そしてこの舞台に戻ってくるのかっていうのが非常に重要になりますね。あえて苦言を呈するんであれば、さっきも言いましたけども、よりアドバンテージがあるところが他にあるのに、ウィギンスとのアイソレーション。もはやね、このシリーズ6戦の中では、ウィギンス、それから時にルーニーですら、やっぱりワンオンワンで崩すのは相当難しいということが分かっていたはずなんですけども、いや、僕がチームを助けなきゃいけないんだ。僕がここで得点を取ることが一番、勝利に近づくことなんだ。これはもちろんこの自信というものはテイタムたる人間にさせている、プレイヤーにさせている部分なんですが、やはりね、彼のアシスト数が増えるとチームの連勝記録はずっと伸びていたっていうことを考えるとですね、この取捨選択っていうのはやっぱりすごく重要だったのかなっていうふうに思いました。ウドカヘッドコーチはね、ゲーム後の会見でこれは just a beginning だ、始まりに過ぎない。でこれから多くの、他のライバルたちが彼に対してやってくる対策というものもここで学べたというふうに言ってるわけですよね。僕自身は最大の魅力はやっぱりプレーメイク力、アイソレーションの力はもちろんなんですけども、より完成された、例えばルカ・ドンチッチとか、レブロン・ジェームスのようなポイントフォワードへと展望できるのか、こういったところがすごく楽しみな選手だと思いますね。さあこの舞台に戻ってくるっていうことですけども、ただね、ファイナルに戻ってくる難しさ、ここ2シーズンで言うと、去年のミルウォーキーもフェニックスもこの舞台には戻れなかったわけですよね。でその前のバブルの中でのマイアミと、それからレイカーズもこの舞台に戻れなかった。レイカーズはプレーオフにすら戻れなかったわけですよ。こういったことをね、考えると、やはりレブロン・ジェームズが、10年のスパンにわたってなんと9度も、NBA ファイナルに進出していたということの偉業っていうものがいかにすごいことなのか。そしてウォリアーズが、8年のスパンで6度目のファイナル、そしてその6回のうちなんとですね、4度も優勝してみせた、この凄まじさっていうのは改めて感じていただける、そんな NBA ファイナルになったのかなというふうに思います。さあね、勝者が決まり敗者がね敗れ去っていくと、ラウンドごとに本当にねシーズンが終わりに近づいてしまうという物悲しさも感じると同時に、やっぱり10年20年30年と語り継がれていく名場面が生まれるのがこの、プレーオフ、そしてファイナルの舞台という中でね、本当に、楽しませていただきました。一ファンとしても。でね、アナリストとしても、分析の上でもすごく楽しかったんですが、もう本当ね、今シーズンの締めくくりにふさわしい、シリーズを、見ましたし、個人的にはねボストンがもっとね、パフォーマンス高くできる部分もあったんじゃないかなっていうのは、ボストン自身が悔やんでいるところでもあるとは思うんですけども、今シーズンも、世界中の NBA ファンたちがうなるような NBA ファイナルを最後まで見届けることができたことを本当に嬉しく思います。そしてこのチャンネルで皆さんと一緒に見届けることができたことも本当に嬉しく思います。そうですね。分析映像はないんですけども、例えば生配信でやったり、あとは、ちょっとね、久しぶりに、ゲストとか呼んでファイナルをどのように見てきたのかとかね、そういったお話も伺えるといいなと思いますし、ずっとやりたいと思ってたんですけども、去年ねプレーオフの間に株を上げた選手下げた選手みたいな感じで、やった配信なんかもすごく皆さんとインタラクティブにできて、楽しかった記憶がありますし、このオフは、前の動画でも話しましたけども、YouTube も更新していって、ちょっとねライトなテーマなどもやっていきたいと思いますので、次の、解説はおそらくはこのゲーム6の映像分析などにもなっていくのかなと思うんですけども、引き続き、チャンネルチェックの方をですねお願いするとともに、もしまだね、チャンネル登録されてない方は、僕の目標である3万人までですね、3万人までもうあとわずかということで、ぜひチャンネル登録していただいて、コメント高評価、どしどしお願いしたいと思います。
いやー、ウォリアーズ強かった。さあ、というわけで皆さん、また次回お会いしましょう。See ya!